こんにちは、MJWS です。今回の動画は、多摩都市モノレール八王子延伸ルートについて紹介。多摩モノレール八王子延伸ルートとは何と思う方もいらっしゃると思いますので、簡単に概要の紹介から。多摩モノレールには、既存北側終点である上北台駅、箱根ヶ崎間、南側終点の多摩センター駅から町田駅間、多摩センター駅から八王子駅間の3つの延伸計画が存在します。2016年4月7日には国土交通省によって最新版となる交通政策審議会答申案が公表されましたが、上北台駅から箱根ヶ崎間、多摩センターから町田間の計画が優先検討路線とされたのに対し、多摩センターから八王子駅方面延伸については整備検討路線のまま維持されることとなりました。上北台駅から箱根ヶ崎駅間、多摩センターから町田駅間の延伸に対し、多摩センターから八王子駅方面間では重複する鉄道路線が存在すること等が現状維持とされた理由として挙げられています。多摩都市モノレール八王子延伸ルートは、既存の多摩モノレール南側終点である多摩センター駅を起点として JR 八王子駅付近までを結ぶ全長 17km の路線で、八王子市内における通過距離はおよそ 12km となっています。それでは今回はこの多摩モノレール八王子延伸ルートについて Google Earth を使用しながら多摩センター駅から八王子駅までのルートをたどりましたので紹介させていただきます。多摩モノレール八王子ルート散策の出発点は、現在の多摩モノレールの南側の終点となる多摩センター駅から、多摩モノレール多摩センター駅が位置する多摩センターには、この他にも京王線や小田急線の多摩センター駅が配置、モノレール駅の真横に位置し、文字通り多摩市南方のターミナル駅として機能しています。こちらが多摩モノレールの既存終点駅となる多摩センター駅。今現在軌道はこの位置で止まっていますが、この先今回の動画のテーマとなる多摩モノレール八王子延伸ルートの設置が検討されています。それでは延伸検討ルートに沿って進んでいくこととしましょう。ルートを進み出してすぐの位置には歩道橋の悠々橋および多摩中央公園通りが位置しており、この橋の上から多摩モノレールの軌道末端部を観察することができます。実際のモノレール軌道は赤で示す位置に設置される想定です。位置関係としては駅を出てすぐの箇所となり、側面から見た位置関係がこちらとなります。こちらが悠々橋の橋の上の様子。画像中のこの位置にモノレール軌道が通過していくこととなります。見上げればすぐ真上をモノレールが通過していくイメージです。モノレールとしてはそこそこの高さとなりますが、歩道橋の位置が高いこともあり、歩行者からモノレールとの距離はかなり近い位置関係となります。なお、この悠々橋からは多摩センター駅先に位置するモノレールの軌道末端部を見ることができ、実際の様子がこちら。同位置を歩いたことがある方はイメージしやすいと思いますが、この悠々橋と多摩モノレールの軌道はほぼ同じ高さに位置しているように見え、ぶつかるのではという意見をよく耳にしますが、ルートはこの歩道橋の上を通過するように設計されているので、計画としては問題ありません。モノレールの軌道末端部をよく見てみると、軌道末端部が上を向いているのがお分かりいただけると思いますが、この軌道の先は鼻から上り坂で軌道が設置されるよう設計されているためです。悠々橋を下から見上げるとこういったイメージ。かなり高い位置にモノレール延伸用の軌道が設置される計画となっていることがよくわかります。この付近のルートを把握するために少し上空に移動しましょう。さて、多摩モノレール八王子延伸ルートについては
この多摩センターから数百メートルの区間、同様に計画が進行している多摩モノレール町田延伸ルートと軌道を共用することになります。当然、ルートを分けるための分岐器の設置が必要なのですが、大まかに分けて2通りの分岐パターンが存在します。今現在想定されている分岐パターンは後ほど紹介しますので、まずは平成初期に計画されていた当初分岐パターン案の位置から紹介します。多摩ニュータウン等における次期多摩都市モノレールの実現化に関する調査報告書に出てくる図面には、この周辺のモノレールルートに関する計画図が付されており、この図面をもとに参考とした場合、この位置に分岐器が設置される構想となっています。最終的に八王子延伸ルートが町田延伸ルートを越えていく線形で計画されており、八王子ルートの上り勾配部は50パーミル程度に達するものと考えられます。状況がイメージしづらいですが、大阪モノレールの万博分岐のイメージがこれに近いと考えられます。月日は流れ、調査報告書が出た当時となる平成6年の時点から周辺環境は大きく変わり、商業施設やマンションの立地も進みました。当時の調査報告書の通りにとはいかない箇所が多く存在し、今後町田ルートがより具体化した時にどう再検証するのか気になります。八王子延伸ルートはこの後都道156号通称多摩モノレール通りに沿って南下。今現在の想定として分岐の設置が構想されているメタセコイア通りとの交差点位置を目指し進んでいきます。実際のところ、先ほど紹介した当初分岐計画位置と実際はほとんど距離的な差はありませんが、運用の兼ね合いからおそらく分岐ユニット自体の位置は先ほど紹介した位置からほぼ変更せず、ルートが分離していく箇所のみ画像に映るメタセコイア通りに配置されるものと推察されます。こちらが八王子延伸ルートが分岐していく想定道路メタセコイア通りとその交差点の実際の様子。ルートはここで右折し、共に進んできた町田ルートと分かれます。現状、道路幅は狭く、八王子延伸ルート整備時は若干の都市計画変更と幅員の増加が必要となりそうです。都道156号線と同様、メタセコイア通りもこの後、南多摩尾根幹線道路と合流します。多摩センター駅からこの間、町田延伸ルート、八王子延伸ルートおよび今回は割愛しますが、これまさルートの3ルートは密接な位置関係を維持していくこととなります。おそらく現状多摩モノレール延伸計画においては一番複雑な構造を有する場所であることに間違いありません。八王子延伸ルートはここ尾根間で右折し、以降南大沢駅到達付近手前まで尾根間を帰属道路として進んでいくこととなります。尾根間に合流した延伸ルートは唐木田大橋上空で小田急線唐木田車庫上部で越境、そしてこの前後に多摩モノレール八王子延伸ルート上の新設駅唐木田駅が配置されるものと推定されます。念のためコメントすると、唐木田駅では前述した小田急線の唐木田駅と接続します。画像に見える大きな建物は左手前から順に大和証券グループの多摩研修センター、三菱 UFJ 銀行の多摩ビジネスセンター、右手前には多摩テクノロジービルが位置しています。さらにその奥手には大型ショッピングモールグリーンウォーク多摩が位置していて、開発が進んでいる印象です。画像からもわかる通り、尾根間上はすでに道路幅員も中央分離帯に使用できる用地も確保されていて、導入時によく問題になるさらなる用地取得は必要ない状況にあります。ルートはここで尾根間時計343号から503号相模原立川線時計343
33号に帰属道路を変更。さらにこの直後、南大沢交差点付近を左折し、時計35号線へ。一部ながら、この周辺区間については16メートル幅員となっていることから、モノレールが延伸することとなった場合、若干の道路拡幅が必要になる区域となっています。南大沢駅周辺にやってきました。後ほど紹介しますが、こちらが多摩モノレール南大沢駅の設置想定駅となります。南大沢駅とは読んで字のごとく、現在、京王相模原線の南大沢駅が配置されています。京王ライナーを含め、すべての列車がこの駅に停車しますが、同駅の開業となる1988年5月時点では、駅周辺はほぼ更地となっていました。多摩ニュータウンの一角を担う南大沢駅周辺は、多摩ニュータウン西部地区の中心として開発され、西部地区センターとして位置づけられた区域。計画当初から多摩モノレール八王子ルートの設置が想定されていた地域で、当時の資料には多摩モノレール八王子ルートの南大沢駅の想定位置が示されていたりと、同八王子延伸ルート上においては比較的前向きにモノレールの設置を捉えている地区でもあります。南大沢駅の西側には南大沢林部歩道橋と呼称される円形の歩道橋が設置されていますが、多摩モノレール八王子延伸時に設置が想定される南大沢駅はこの付近に配置が計画されていました。今現在、駅設置想定位置にはイトーヨーカドーが使用する立体駐車場が配置されています。モノレール駅設置時は京王線の線路上に接続デッキを設け、両駅をつなぐものであったのだろうと推定されます。南大沢駅を出た多摩モノレール八王子延伸ルートは、元の時計35号上の中央分離帯位置に戻り、以降、八王子を目指し進んでいきます。延伸ルートは、東京都立大学付近の長久保交差点で左折、都市計画道路、八王子347号線に入ります。ここから先、柏原橋交差点まで一本道が続いていきますが、この道路は新住宅市街地開発事業区域の15、16住区および21住区の境界を線形とする道路となっています。この住宅街の合間のちょうど中間地点に三徳南大沢店が位置していましたので、ここから見た画像を表示します。三徳を過ぎると、時計347号線は長い下り坂に入ります。この付近は特に住宅地が多いこと、勾配が上がったり下がったりと起伏があることから、モノレールの導入に向いている地域ということが言えそうです。さて、八王子延伸ルートは柏原橋交差点までやってきました。ここから多摩モノレール八王子延伸ルートは府中相模原線都市計画道路名称八王子348号線に入り静進を開始します。この区域は20メートル道路となっていて、歩道も少し狭い印象です。この区間における主要な構造物として多摩美術大学が配置されています。多摩モノレールは他の路線に比べ沿線に大学が多いことでも知られていますが、この八王子ルートも例に漏れず、先ほど通過した東京都立大学、この多摩美術大学、そしてこの後のルート上に配置される多摩造形大学、東京工科大学、日本文化大学等多くの大学施設を沿線に持つこととなりそうです。さて、画像には槍水交差点が見えてきました。この先、時計348号線は都市計画はありますが、道路ができていない区間に入ります。用地取得中の箇所を除き、おそらく同ルートでは唯一、道路が開設されていない区間になります。ルートは山間部を越え、多摩造形大学の敷地を越え、八王子ニュータウン区域に入っていきます。
八王子ニュータウンは1997年に町開きをした比較的新しいニュータウン。南八王子土地区画整理事業により開発され、一般には南のシティと呼ばれています。現在、同区域の主要交通インフラは路線バスと JR 横浜線。JR 横浜線では八王子南の駅が南のシティの中心位置に配置され、同ニュータウンの主要交通機関として機能しています。同線は八王子ニュータウンの東部に位置しています。多摩モノレール八王子延伸ルートは八王子ニュータウン内で帰属道路を時計3、4、8号線から3、3、68号に変更。八王子南の駅先で時計3、3、2号線へ。多摩モノレール八王子延伸ルートは八王子ニュータウンの中心部に線形が想定されていることから、開業すると八王子ニュータウン内を網羅的に鉄道路線が走ることとなり、大変便利な都市となります。横浜線の混雑も解消されることが予想されるほか、同線事故時におけるバイパス線の役目もモノレール横浜線双方が果たしていくことでしょう。332号は今現在も拡幅工事が進められているものの、完成すると幅員40メートル級の道路となります。画像は時計332号の工事最前線部分の様子。画像に見える龍泉寺の湯八王子南の天側の道路が今後整備されていくこととなりますが、現在は右手の片車線側を暫定開業させている状態です。さらに画像はこの時計332号の現在の末端部となる津鳥の森入口交差点の様子。この先京王片倉駅付近で時計310号線に接続する予定で、この後の道路となる部分はすでに用地取得が進んでいました。道路建設位置が丸々用地取得されていることが見て取れます。多摩モノレール八王子延伸ルートはこのルートに沿う形で直後に位置する京王片倉駅と接続。将来はこの位置に道路が新設され、画像奥手に位置する JR 八王子駅に向かって左折し、同延伸ルート最後の区間となる京王片倉から八王子駅間のルートに入っていきます。子安町の信号から土地抜き通りに入った延伸ルートは最後となる下りストレートに突入。正面にはいよいよ八王子駅が見えてきました。こちらが多摩モノレール八王子延伸ルートの終着点となる八王子駅。箱根ヶ崎、町田と並ぶ多摩モノレール三大延伸ルートのうちの一つ、八王子延伸ルートの終点です。駅にはペデストリアンデッキが整備されていましたので、2階部分から歩いてきた方向を見てみましょう。こちらが多摩モノレール八王子延伸ルートの延伸部最後の区間となる土地のき通りのストレート部分。まだ都市計画が決定されているわけでもありませんが、将来ここにモノレール軌道が配置されるかもと考えると、なんだか期待に胸が膨らみます。さて、ここまで多摩モノレール八王子延伸ルートを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。今の段階としては未だ検討路線という位置づけではあるものの、多摩モノレールの延伸計画としては北側の箱根ヶ崎ルートの延伸が事実上決定。次は町田か八王子かというところまで来ています。もちろん地元市民の機運醸成がなければそもそも成り立たない事業ではありますが、もはや単純な絵空事ではなくなりつつあります。今後の八王子市民や周辺地域市民の動向が同延伸ルートの実行可否を決めると言っても過言ではない状況となりつつあります。都市モノレールの建設は残念ながら10年
20年スパンで見ていかなくてはならない事業であるため、なかなかピンとこない点も多々あるかと思います。が、次世代、そして我々の子供たちの世代に何が残せるのか、何を残す必要がないのか、熟考していかなくてはいけないのではないかと思います。今後も延伸事業動向から目が離せないモノレールの延伸構想、引き続きなるだけ客観的な目線で追いかけていきたいと思います。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。また次回の機会にお会いできれば幸いです。さようなら。